日本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている日本人の春です。皆さん、今私はどこにいるかわかりますか？音読みすると桃園空港、訓読みすると桃園空港、桃園寺さんに来ています。ちょっと今からフードコートに移動しますね。実は今から日本に帰るんですけど、でも遊びに帰るのではなくて、実は家族が病気なので看病をするために一時帰国します。3年ぶりに母国の土を今から踏みます。今空港から出てきたんですけれども、外の気温は16、17度と聞いていたので、この格好だったら寒いかなと思ったんですけれども、もう荷物も多いし汗だくなので全然寒くないです。気持ちいいです。はい、ということで今日本の実家に帰ってきています。今回日本に帰ってきて驚いたことがいくつかありました。まだ帰ってきて数日なので、これからまたもっといろいろ驚くことが出てくるかもしれませんが、とりあえず今の時点で私が新鮮に感じたことを皆さんにお伝えしたいと思います。まずびっくりしたのは、日本に着いてからも空港には台湾人だらけだったということです。関西空港のエレベーター、レストラン、そして空港から神戸に向かうバスの中に台湾人がたくさんいらっしゃいました。もちろんね、台湾の桃園から関西空港までの飛行機が着いたばかりだったので、台湾人が多いのは当たり前だと思われるかもしれませんが、私がびっくりしたのはその次の日ですね。次の日に観光客は絶対に行かないような偏僻なところに行きました。何のために行ったかというと、私の免許証、日本の運転免許証が切れていたので、その更新に行ったんですけれども、その偏僻なところにも台湾の方がいらっしゃいました。びっくりしました。もしかすると台湾ではやっと10月に海外旅行が解禁になりましたので、今まで海外旅行に行きたくても行けなかった人がたくさん今日本に押しかけているのかもしれませんね。もう一つ私にとって新鮮だったのは、後ろ見えますか？これね、喫煙ルームなんですね。だいたい台湾では建物の中でタバコを吸うことは許されていなかったので、こういうふうにこの屋内にスモーキングルーム、喫煙室があるっていうのはすごく新鮮です。多分以前からずっとあったと思うんですけれども、やっぱり海外に長いとこういう喫煙室っていうのがすごく新鮮に見えますね。私自身はタバコを吸わないんですけれども、今この喫煙室のドアのすぐ前にいますけども、全然タバコの匂いがしないですね。これも不思議です。カルチャーショックです。逆カルチャーショックですね。もう一つびっくりしたのは、日本では今外に出る時にはマスクをしなくてもいいんですね。台湾ではマスク着用が義務付けられているので、夜遅くに私犬の散歩に行く時、ほとんど人と会うことはないんですけれども、いつも真面目にマスクをしていますよ。ただですね、外ではマスクをしなくてもいいはずなんですけれど、日本の皆さんは結構外でも真面目にマスクをしている人が多いですね。もしかするともうコロナかどうかは関係なく、コロナ前からマスクをつける習慣がある方たちが多いのかもしれませんね。もう一つ私にとってすごいなと思ったことは、日本の自動販売機が未来的だということです。こんな風にタッチパネル形式になっているんですね。そして私すごく抹茶が大好きなんですけれど、私が好きな抹茶ラテも自動販売機で売っているっていうところが個人的には嬉しかったです。そして自動販売機に温かい飲み物がたくさんあるということも感動しました。この温かいという言葉、とても言いにくいので、日本人もあまり温かいと言いません。あったかいと発音しています。ですからここにも書いてありますけど、
あったかいと書いてありますね。あとはびっくりしたというわけではないんですが、久しぶりに日本の紅葉を見て感動しました。もちろん紅葉が綺麗なスポットはたくさんありますが、私がいいなと思ったのは、例えばうちからスーパーに行く時に車から見えるどこにでもあるような普通の道に植えてある街路樹ですね。この街路樹がすごく綺麗に紅葉しているんですね。多分以前日本に住んでいた時にはこれが当たり前だと思っていたので、あまり気に留めることはなかったかもしれないんですが、もう何年も日本の紅葉を見ていなかったので、ちょっとしたこういう街路樹の紅葉もすごく感激しました。それから今回日本に帰ってきて思ったのは、やっぱり日本のトイレは公共のトイレですね。公共のトイレはとても綺麗だなっていうことなんですけれど、ちょっとマイナスの部分はペーパータオルを置いていないところが結構多いなという印象です。以前は確かペーパータオルが置いてあるか、ペーパータオルがないのであればハンドドライヤーまたはジェットタオルとも言いますけれども、空気で手を乾かすドライヤーですね。どちらかがあったと思うんですけれど、今回このハンドドライヤーがあっても使ってはいけませんって書いてあるところが多かったです。これは私は個人的には台湾では見たことがなかったので、とても新鮮でした。ここにもジェットタオルは今使用禁止、使うことができないという張り紙がありますよね。で、こういう張り紙をたくさん見かけたので、これは偶然なのか気のせいなのかと思って調べてみたら、実際日本ではハンドドライヤーはウイルスを拡散する恐れがあるということで使用を禁止している場所が多いという情報を見かけました。ですから実際にハンドドライヤーが減った可能性が高いですね。でもある調査によると、日本では女性の 90%、男性の 74% がハンカチかハンドタオルを持ち歩くと答えているそうなので、トイレにペーパータオルやハンドドライヤーがなくても問題ないのかもしれませんね。もう一つ、いろいろなお店に行った時に必ず店員に聞かれるのが、ポイントカードはお持ちですか？というセリフです。このポイントカードというのは、お店それぞれのメンバーカードではなくて、いろいろなお店で共通のポイントカードなんですね。日本では主要なポイントカードが何種類かあるんですけれども、必ずポイントカードはお持ちですかと聞かれます。そしてありませんと答えると、失礼いたしましたと謝られてしまいます。別に謝らなくてもいいのに、ポイントカードがないというと、そんなことを尋ねて申し訳ありませんでしたというセリフが返ってきます。で、逆に何かこちらが店員さんに質問すると、もう私としてはイエスかノーか答えてくれたらそれでいいんですけれども、必ず答える前に、申し訳ございませんが、そうなんですとか、お手数ですがお願いできますかとか、すごく丁寧なんですね。もちろんこれは人によると思います。それに言葉遣いは丁寧だけど、表情を見るとめんどくさそうにしている人もいます。お手数ですけれどお願いできますかみたいな、こういう感じの表情で、本当はあまり申し訳なく思ってるわけではなくて、ただ礼儀としてこのような言葉遣いをしているのかなと思いました。じゃあ私はこれからしばらく日本に滞在します。今回はまだ日本に帰ってきてから数日しか経っていないですけれど、また日本の様子について皆さんにシェアしたいと思っていますので、これからも動画を見てくださいね。ではまた日本語カフェで会いましょう。はるでした。